どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーんこちらが、ベータ FPV さんから2024年今年の7月に発売された新しい6号サイズのタイニーフープエアー6号。こちらを製品説明と設定、レビューをしていきたいと思います。まずはちょっとね、開けて入っているもの見ていきたいと思います。開けると、こんな感じで、まずプロペラですね。予備のプロペラが4枚と、予備のネジと、あとこれが F シート、パソコンをつなぐときに使う、アダプターですね。と、あとは機体ですね。あと予備のこれがキャノピーですね。予備キャノピー。そして本体になってます。軽い。もう持った感じ全然違います。めっちゃ軽いっす。こちら今FPV 界隈で結構話題になってるので、ちょっとがっつり見ていきたいと思います。今まずこちらですね、製品ページでちょっと特徴見ていきたいと思います。で、ページこちら、エア6号ブラシレスフープクワッドコプターということで、お値段はだいたい95ドルぐらいですね、になってます。で、こちらの特徴としては、まず、製品がレースバージョンとフリースタイルバージョンですね、のどちらかを選ぶことができます。なので、かなりレースとフリースタイルそれぞれに特化した機体構成になっているようなものになります。で、私が今回ご提供いただいたこいつは、レースバージョンになります。というのも、どっちがいいかってちょっと聞かれたんですけど、このサイズの機体で綺麗な映像を撮れるカメラ載せるのが難しいので、私はフリースタイルは結構綺麗な映像を撮りたいなと思ってるから、レースの方がいいかなと思ったのと、あとは、このサイズの機体ってレースで飛ばしてる印象ですね。やっぱりこれから始める人とかも、そこまでハードル高くなくレースに出るのに使うような機体なのかなと思ったので、レースバージョンにしてみました。で、レースバージョンとフリースタイルバージョンの違いも、この後ちょっと見ていこうと思います。特徴としては、めっちゃ軽いだったりとか、FC も新しいものを使ってるよとか、レース、フリースタバージョン2種類あるよとかが特徴になってます。で、ここに書かれているのが、このエアー6号の価値のあるデザインに寄与してくれたたくさんのテストチームですね。なんでこれ、やっぱり現役の凄腕 FPV ヤーたちが、こちらの機体テストして、で、その結果出来上がったのがこちらですね。なので、現場の声を汲み取って、で、それが反映された機体になっているよということです。で、このテストチームにめちゃくちゃ感謝しますということが書かれています。で、今までの6号タイニーってこんな形で販売されてたんですね。で、レースをするときにドローンって軽さが命になってくるので、みんな自分たちでこんな感じに軽量化ですね。このキャノピー外して、で、こういう 3D プリンターでカメラマウントですね、作って軽量化したりとか、あとプロペラとかもどういうの使えるか試行錯誤したり、ネジ変えてみたりとかっていうのを自分たちで考えてやってたんですけど、もうそれを全部やってくれてる版で発売されてるというところは、かなり革命的じゃないのかなと思います。で、さすがやっぱり FPV のパイロットがすごい試行錯誤して考えたんだろうなというような作りになっております。で、ポイントとしては、やっぱり重量が 17.1g でめっちゃ軽いということだったりとか、あとはエアーブラシレスフライトコントローラーですね。で、これが優れた計算力を持つ G473 プロセッサーを使った初めてのイステルフライトコントローラーと。とりあえずすごい FC 使ってるよとっていうところだったりとか、あとは、レースかフリースタイルか、どっちかのそれぞれを、推進するような、体型なのかな、体型になっていて、ウルトラライトな 65mm フープ機ですね。タイニーフープ用に設計されて、で、パイロットのニーズに合わせた、スリリングな飛行体験を提供しますといったようなことが書かれています。
大きな特徴はそんなとこですね。で、あとはやっぱりパーツが全部こだわってますね。このエアーなんちゃらってついてるのが全部、かなり軽量化にこだわったパーツなのかなと思うんですけど、使われてるパーツが、今までのものとはかなり違ってきてるなという印象を受けました。あとはこの辺か、モーターとプロペラですね。これレースバージョンとフリースタイルバージョンで違うところっていうのが、このモーターとプロペラになっていて、それぞれモーターだったらレースバージョンの方が kV 値が上がってるといったところだったり、プロペラもそれぞれの飛ばし方に適したものがセットでついてきます。でそれ以外の特徴は同じですね。で、受信機は ELRS になってます。あとは今までのメテオ6号ですねと比べた時に、やっぱり一番違うのは重量ですね。こっちエア6号で、こっちメテオ6号なんですが、もう一目瞭然ですね。重量が違うのと、使われてるパーツがやっぱり全部軽量化を意識したようなものになってると。そのあたりが大きな違いになります。あとは細かい説明ですね。これ FC と ESC なんですけど、多分かなりこだわりがあって、形ですね。この FC の形がこんな感じで三角になってます。なんで今まで十字とかの形だったんですけど、ここですね。これもかなり軽量化を意識して作られているのかなという感じになります。あとはエアキャノピーですね。アップグレードされたエアキャノピーがついてますと。あとは推進体系かな。でフリースタイル、レースそれぞれに適した作りになってますよというとこですね。あとはバッテリーですね。でこのバッテリーなんですけど、超軽量ラバーの1セルの、260か 300mAh のバッテリーなんですけど、これエア6号のために設計されたコンパクトなバッテリーになってるそうです。で重心がより集中しており、シャープな反応とか優れた加速とか操作性の向上を実現しますというところと、機体の方ですね、 BT2.0 のケーブルピックテールを搭載している。これですね、ピックテールこんな感じになってます。なので折れ曲がるケーブルにさよなら。今までのケーブルってこんな感じだったんですね。でここがちょっと折れ曲がってダメになっちゃったり、接続悪くなっちゃったりとかっていうのがあり得るところが、もう折れ曲がらないような構造になっていて、で簡単に接続できて、バッテリー寿命も伸びるよというところが書かれてます。あとピックテールの長さも短くしてさらに軽量化されましたというところも特徴になってます。確かに短くなってます。あとエアフレームですね。フレームの方もめっちゃ軽いフレーム出してます。確かに薄い気がするといったところ特徴になります。では早速バインドしてみたいと思います。でバインドの方法なんですけど FC によって違ってくるので、これですね、今回使う FC のページに飛んで、ここでバインドって調べるとやり方書かれてます。で今回はバッテリー抜き差し3回ですねでバインドモードにできるよと書かれております。ではやっていこうと思います。ではバインドですね。まずプロップの電源入れて、はい、OK です。でこっちをバインドできる状態ですねにしておきます。これですね。でこれの下の方にあるバインドをすぐ押せる状態にしておきます。左側バッテリー3回抜き差し、1、2、3、ほい。でこっち側バインド、プロポのバインドボタンを押す、ほい。いけたのか。お、つながったっぽい。今コネクティッドって言ったんでつながりました。多分アームする。おー、アームした。はい、バインドはこれで大丈夫です。ちなみに ELRS はバージョン3になります。で
ータフライトにつないで設定していきたいと思います。で、この時使うのが付属のこれですね。これのこっち側をドローンに挿して、こんな感じでドローンに挿して、で、こっち側タイプ C になってるので、まあ家にあるタイプ C ですね。と、こっちパソコンにつないで、機体とパソコンつなげていきます。ではパソコンと機体つなげます。で、最低限設定しなきゃいけないところですが、多分ほぼほぼ大丈夫な気がします。まあこの辺ですね。まず送信機電源入れて、でちゃんと反応しますね。でスロットルとか各スティックが、ちゃんと正しく動くかまず確認してください。大丈夫です。あとはモードですね。これも自分の思ってる通りに設定されているかどうかを確認してください。でブザーが、私の場合ブザーがちょっと思ってたとこと違ったので、自動に設定してブザーを割り当てたいスティックを動かします。ここがブザーです。で設定できたら保存を押します。はい、であとはモーターの回転方向が合ってるかですね。これはバッテリーを挿して確認していきます。バッテリー挿して、でこれですね、チェックを入れて、で1個ずつ動かしていきます。1番モーターがはい合ってます。で2番モーター全部大丈夫そうです。であとは OSD のとこですね。ここも、自分のお好みの設定にしておきます。はい OK です。であとは VTX を自分の使うやつですね。私は F1 にして保存で、あとは設定が終わったら、diff オールとランプオールを取るようにしておきましょう。これで痛い目見たんでファイルに保存ですね。はい、これで OK です。ではテストフライトしていきます。まずバッテリーですね。挿して、折れ曲がらない。こうですね。で、プロコは電源入ってます。つながりました。で、アームします。おー、軽っ。めちゃくちゃ軽いっす。はい、こんな感じになります。なんか軽すぎて結構ふわふわしちゃいました。なんでレートはちょっとちゃんと見ていった方がいいかなと思います。ちょっと飛ばします。おお、軽い。おお。というわけで、エアー65飛ばしてみました。飛ばした感じは
ぱり、基本的に軽いんですけど、飛ばすとすごいしっかり安定して飛んでくれたなという感じでした。で、私はタイニーは、アングルモードという水平制御が入ったモードですね。で飛ばしているので、制御がかかってないアクロモードで、レースとかちょっとまだフラフラしちゃって飛ばせないんですけど、なのでスロットルリミット100の時に多分そういう敏感な飛ばし方ができずにこうフラフラしちゃったのかなと思いました。なので多分アクロモードでタイにブンブン飛ばせる人はスロットルリミット100でも制御してうまく多分ベストマッチな状態で早く飛ばすことができるんじゃないかなと思いました。あとは飛ばしてこう戻る時ですねのリカバリー力が結構クッとしっかり戻って、リカバリーしてくれるなっていうのをちょっと飛ばしてみて感じたので、パワーもあって頼もしい機体なのかなと思いました。それでは今日の動画はこの辺で。バイバイ。